こんにちは。今回は花のモチーフを紹介します。このモチーフは1段目、2段目、3段目、4段目で完成します。大きさもこのぐらいの大きさがありますので、コースターとしても使えると思います。編み方を説明します。今回は輪の作り目に1段目は中長編みを鎖編み1目を入れて全部で1、2、3、4、5、6、7、8個編みます。最初は鎖編み2目を中長編み1目と数えます。これで1段目が終わります。2段目で玉編みを編み、3段目は鎖編みを編みます。最後だけは長編みです。4段目で長編みで花びらの形を作ります。最初は1段目の輪の作り目に鎖編みと中長編みを編みます。今回は少し太めな極太に近いコットンの糸を7号のかぎ針で編みます。最初は輪の作り目を作ります。指に軽く2回巻いて3本の糸が交わるところを持って外し、指に糸をかけて持ち直します。針を輪の中に入れて、糸をかけて引き出し、糸をかけて引き抜きます。これで輪の作り目ができました。この輪の作り目に1段目を編みます。中長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み2目を編みます。間に入れる鎖編み1目を編んで、最初は鎖編み3目を編みます。次は輪の中に中長編みです。中長編みは針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。針にかかっているすべての糸を一度に引き抜くのが中長編みです。最初は編みにくいと思いますので、この3本の糸のところをしっかり持って、針に糸をかけて、すべての糸を一度に引き抜きます。これで中長編みができました。次は間に入れる鎖編み1目を編んで、輪の中に中長編みを編みます。糸を揃えて、すべての糸を一度に引き抜いて、中長編みを編みました。間に鎖編み1目を入れながら、輪の中に全部で中長編みを7個編みます。針に糸をかけて引き出し、すべての糸を引き抜き、糸をかけて鎖編みを1目間に入れて、また中長編みです。鎖編み1目を入れながら、中長編みを7回編みます。これで、1、2、3、4、5個の中長編みを編みました。鎖編み1目を間に入れて、あと2回中長編みを編みます。これで中長編みが1、2、3、4、5、6、7個できました。最初に編んだ鎖編み2目が中長編み1目となりますので、全部で中長編みが8個できたことになります。最後も間に鎖編みを入れて、ここで輪を閉じます。編み地を寄せて、少し編み目を広げておいてから、糸端を引きます。糸端を少し引いて、動いた方の糸を動いた側に引きます。輪を閉じて、最後に糸端をしっかり引きます。これで1段目の輪が閉じました。次に引き抜き編みをします。針を
編み目に戻して、最初に編んだ鎖編み3目のところに引き抜きます。最初に編んだ鎖編み3目のところに引き抜きます。普通は立ち上がりの鎖編み2目のところに引き抜きますが、今回はこの鎖編み3目のこのスペースに針を入れて、ここに引き抜きます。2段目をこの位置から編み始めたいので、今回は鎖編み3目のところに針を入れて引き抜きました。これで1段目が終わります。1段目で中長編みを編んできました。そして最後に引き抜いたのが立ち上がりの鎖編み2目と間に入れる鎖編みで、鎖編み3目を編んだこの位置に引き抜き編みをしました。ここに引き抜きました。次に編むのは長編み4目の玉編みを編みます。長編み4目の玉編みを編んで、間に鎖編みを5目編み入れます。編み図で見ますと、ここで1段目の鎖編み3目のところに引き抜きました。次は長編み4目の玉編みを編みます。最初だけは立ち上がりの鎖編み2目を編んで、未完成な長編みとして、あと3回未完成な長編みを編んで、長編み4目の玉編みにします。鎖編み5目を編んで、次は中長編みと中長編みの間の鎖編み1目に玉編みを編み、鎖編み5目を編んで玉編みです。これを繰り返して、最後は鎖編み5目を編むのではなく、最後の玉編みを編んだら、鎖編み2目を編んで、次は長編みで、玉編みの頭に長編みを編んで、2段目が終わります。引き抜いたところから次は2段目です。2段目は長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み2目を編んで、未完成な長編みとします。同じところに未完成な長編みを3回編みます。ここまでが未完成な長編みです。同じところに未完成な長編みを編みます。もう一回同じところに未完成な長編みを編んで、鎖編み2目と未完成な長編み3目ができました。これをすべて一度に引き抜いて、長編み4目の玉編みにします。次は鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、次の中長編みと中長編みの間の鎖編み1目のところに、長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編みます。4目の未完成な長編みをすべて一度に引き抜いて、鎖編み5目を編みます。これが2段目の編み方です。中長編みと中長編みの間の鎖編み1目のところに、未完成な長編み4目を編んで、長編み4目で玉編みにします。間に鎖編み5目を入れながら、次の中長編みと中長編みの間のこの鎖編み1目のところに玉編みを編みます。鎖編み1目のこのスペースに玉編みを編んで、全部で玉編みを8個、ここまで編みます。長編み4目の玉編みを全部で8個編みました。最後は鎖編み2目を編んで、次は長編みです。針に糸をかけて、最初の玉編みの頭はここです。最初の玉編みの頭に、頭と向こう側の
もう一本拾って、二本の糸を拾って、ここに長編みを編みます。鎖編み2目と長編みで鎖編み5目ぐらいの大きさになります。これで2段目ができました。2段目まででも可愛いモチーフです。次は3段目です。2段目に玉編みを編んで、最後は鎖編み2目と長編みを編みました。3段目は鎖編み5目、鎖編み3目、鎖編み5目と鎖編みを編んでいきます。長編みを編んだところに細編みを編んで、鎖編み3目を編み、同じ長編みのところに細編みを編みます。鎖編み5目を編んだら、2段目の鎖編み5目のところに細編み、鎖編み3目、細編みを編みます。鎖編み5目を編んで、次の2段目の鎖編み5目に細編み、鎖編み3目、細編みです。これを繰り返して、最後は鎖編み5目を編むところは、2段目と同じように鎖編み2目、そして最初の細編みに長編みを編んで、3段目が終わります。ここから3段目です。3段目は、長編みを編んだところの下に針を入れて、糸をかけて引き出して、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、細編みを編みました。次は、鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、長編みのところに、細編みを編みます。長編みの足のところに細編みです。鎖編み3目を編んで細編みです。次は鎖編み5目です。鎖編み5目を編んだら、隣の2段目の鎖編み5目のところに細編み、鎖編み3目を編んで、同じところに細編みです。これが3段目の編み方です。鎖編み5目を編んで、鎖編み5目のところに細編み、鎖編み3目、細編みを編みます。これを繰り返して、最後は最初の細編みのところに長編みを編みます。鎖編み3目、鎖編み5目、鎖編み3目、鎖編み5目と3段目を編んできました。ここが最後のところです。鎖編み3目を編んで、細編みを編んだところです。次に編むのは鎖編み5目と同じような形を編みたいので、2段目と同じように鎖編み2目を編んで、最初に編んだ細編みの頭に長編みを編みます。これで3段目が完成です。次の4段目で、この花びらを編んでいきます。1、2、3段目で、最後は長編みを編んだところから、次の4段目は長編みを1、2、3、4、5、6、7個を鎖編み3目のところに編み入れます。長編みを編んだところに細編みを編んで、次の鎖編み3目に長編みを7個編み、次の鎖編み5目のところに細編み、次の鎖編み3目に長編み7個を編んで、次の鎖編み5目に細編みです。これを繰り返して、最後はここに引き抜きます。次は4段目です。4段目はここから針を下に入れて細編みを編みます。これは3段目で編んだのと同じ編み方です。次は長編みです。長編みを編むのは鎖編み3目のところです。
この鎖編み3目のところに長編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7、鎖編み3目のところに長編みを7回編みました。次は細編みです。次の細編みは鎖編み5目のところに針を入れて、ここに細編みです。これが4段目の模様です。次も同じです。ここから隣の鎖編み3目のところに長編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7、長編みを7回編んだら、隣の鎖編み5目に細編みです。これが4段目の編み方です。この編み方を、この鎖編み3目のところまで長編みを7回ずつ編み入れます。長編みを7回編む模様を全部で8個編んで、最後のところです。8個目の長編み斜めの模様を編んだら、次は引き抜き編みです。引き抜き編みをするのは、最初に編んだ細編みの頭です。最初の細編みはここです。この細編みの頭を拾って、ここに引き抜き編みをします。これで、モチーフは完成です。この糸は切って後ろの目立たないところをとじ針で糸始末をしてください。そして最初に作った輪の作り目のこの糸もとじ針で後ろの目立たないところを通してください。花のモチーフを紹介しました。コースターにもなる大きさがありますので、コースターとしてもお使いください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。